始まりました。都市と写真。今日は京都駅に来ています。大勢の人であふれる京都駅。この眺望ゲートと書かれた階段に入ると一気に人が少なくなります。今日はここからスナップしていきましょう。実は京都駅の写真を撮りに来るのは今回が初めてです。階段を上がるとこんな感じでコンクリートの長い通路に出ます。いいですね。なんか撮れそう。人通りは少ないですが、ちょっと待てば通ってくれそうです。あとはどう撮るか。こういう幅の広い通路は正面から撮ってもラインの収束がない、一点に収束していく感じがあまりないです。また人と背景の分離も甘くなりがち。ということでここは斜めのポジションを取ります。柱に隠れるような角度を取れば背景はシンプルな壁になるので人との分離が簡単です。この角度です。はい、取れました。ちょっとシンプルすぎる感じもありますが、真正面から撮るよりも綺麗な絵になったと思います。次は少し引き返した場所。右側の壁のテカリがいい感じです。振り向いて撮ってみましょう。あとは人をどう配置するか。この画面の左の壁とその上、隙間から入ってくる光を入れて撮るならこの角度かな。人はできるだけ壁に近い位置で撮りたいです。構図が決まったので、あとは待つだけ。5分くらい待ってちょうどいい位置に人が通ってくれました。光のラインを使ったショット。まずまずの出来です。横構図のバージョンも撮ってみました。これもありですね。さて次はいよいよ京都駅のよく見るエリアに入ります。この階段を上がると大きな構造物と広い空間のエリアです。はい、ようやく京都駅って感じになりました。左側には大きな階段、右側には鉄骨と吹き抜けの巨大な空間が広がっています。ただ写真としてうまく撮るにはなかなか難しそう。こっちの階段も結構難しいかな。広い空間なので人をどう配置するかが難しいところです。もっと良い光が入ってくるときにその光を利用して主題を明確にしないと今このまま撮ってもうまくいかないと思いました。ということでここは一旦諦めてすぐ脇のみんなの広場と書かれた場所に入ってみます。ここ奥に行くと柱に囲まれた空間に光と影が交差する場所がありました。人が通ってくれないかなと思って少し待ったのですが、太陽が雲に入ってしまったので一旦諦めて先に進みます。見晴らしの良い場所、先ほどいた場所が見えますね。思わずカメラを構えたくなる場所ですが、ここも撮ったとてなんですよね。大きな建築物ってだけの写真になりそうなのでやめておきます。代わりに目に留まったのはこの近くの S 字にカーブした手すり。これが使えそうです。と構えていたらすぐに人が通ってくれたのでバシッと一発で決めときました。いいですね。次に行きましょう。京都駅の東の端まで来るとエスカレーターで上へ上がれるようになっています。おっと、ここも撮れそう。三角形のフレームができているのでそこに人を入れてみましょう。はい、こんな感じ。ここは期待ほどではなかったです。
構造物で三角形を作り、その中に人を配置するという、よくあるパターンの写真になりました。さらに上へ行きます。この京都駅ビルは一番上に空中経路と呼ばれる通路で東西に渡れるようになっています。そこも行ってみました。結論から言うと、この空中経路はそこまで良くはないです。遠くの景色、京都の街並みを眺めるのにはいいところですが、我々ストリートフォトグラファーの出番はあまりなさそうです。細い道が一本だけで人通りもそこそこあるので整理できないです。撮るなら人が少ない時間帯でどうかといったところでしょう。ということでここはどんどん進んでいきます。通路の最後の方に差し掛かると下に大階段が見えてきました。なるほど。SNS にたまに見る写真はこの角度から撮ったものですね。ここはだいぶ手垢のついた場所になるのでやめておきました。下に降りましょう。はい。大階段を降りてまたスタート地点に戻ってきました。ここまでぐるっと40分ぐらい。先ほどはスルーした京都タワーの方向に行ってみます。京都タワーもただ撮るだけじゃつまらないので、何かひねりを加えたいなと思っていたところ、ちょうどこの角度からビルのガラスに反射した京都タワーが見えることに気づきました。しかも反射したタワーが傾いている。これは写真になるなと直感しました。手前の柱でフレームを作って撮っておきました。ここに来てようやく京都っぽいと言いますか、京都ってわかる写真が1枚撮れましたね。さて次は先ほど撮れなかったみんなの広場へ戻りました。まずはこの角度、左右の壁でフレームを作り真ん中に人を入れて撮った写真がこれです。統一感のない壁の色がパッチワークのような感じで意外性があります。さらに奥へ進んでみると、先ほどとは時間が経って光と影もだいぶ変化していました。さっきは人が全然通ってくれなかったのですが、今回は運よくすぐに通ってくれました。はい、シルエットショットが綺麗に決まりました。さっきの京都タワーとこれでだいぶ満足。そろそろ帰りましょう。最後はちょっと抽象的に光と影を使いながら幾何学図形を描くショットも撮ってみました。ということで今回は9枚。最後に自己採点をつけておきます。1枚目はこれ。7点。シンプルな構成ですが、さすがにシンプルすぎというか、ちょっと味気ない写真です。2枚目はこれ。8点。光を使ったリーディングライン。左の壁のテカリもいい感じです。同じ場所の横バージョンは 7.5 点。これも悪くないですが、縦の方が好きかな。人のシルエットも縦の方が良かったです。4枚目は S 字カーブのこれ。8点。S 字の先に人がきれいに入りました。人と構造物。引き算によりミニマルな構造を作れたので満足度が高いです。5番目はエスカレーター。7点。三角のフレームを作りましたが、そこまで効果的ではなかったです。ラインはまずまずですが、光は平凡でした。6枚目は京都タワーのこれ。8点。水平垂直を柱で出しながらタワーは傾いてる。額縁構図が単に外を囲うというだけでなく、水平垂直からの傾きを強調しているのが気に入っています。7枚目はこれ。7点。左右の壁と奥の階段、パッチワークのような絵が好きです。ただもっと幾何学模様の美しさが欲しかったかなと思います。8枚目は光と影のショット。8点。光でレイヤーを作りました。右に一番手前のレイヤ
真ん中に2番目のレイヤーがあり、そこに人物シルエット、そして左に奥のレイヤー、この3レイヤーがこの写真の良さです。9枚目はこれ7点、建築と光と影を抽象的に、視点はいいと思いますが構図的なバランスがいまいちでした。京都駅でのストリートフォトどうだったでしょうか。京都駅は行くとあの巨大な建造物に圧倒されますが、多分圧倒されたまま撮るとあまりいい結果にならない気がします。ちゃんと冷静に自分の目で見る、自分の撮れるシチュエーションを探す、そこをまず意識してみてください。それではまた。